オタク FM アニメ&チル。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや現在配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。ということで今回の放送はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。ナルシストコナンアスモデウス役の三浦恵美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごめん。はい、どうしました。アイムさん迷子やわ。もう迷子やわ。アスモデウスが迷子やし、三浦アイムも迷子になって持ってるけど、そんな熱血、ここにいますよ。いやおるよ。熱血系やったっけ、そんなアスモデウス君。そんな力入ってました。三浦アイムどうした？出だしと今のテンションの差でもう俺は困惑やわ。ちょ今日課題案おかしいかもしれない。いや待てどっちがおかしいね。おかしいのがどっちかっていうのはまあさて置いといてですよ。今回のラジオね、第9話ですよ。オベイミーの第1次兄弟心理大戦争。このアフレコ終了後に収録していますということなんですけども、まあこの番組をお聞きの留学生の皆さんはご覧になっていただけたと思います。見たでしょ。いや決めつけるな。まだご覧になってないかもしれない。見てるよ。まあ見てくださってるとね信じてお話していきますけども、今回、僕レビアタン、僕の担当してるレビアタンが不在やったんですよね。いなかったですね。それで何気にずっと出演というか登場してたんですけどもいなくて、だから収録も僕どうしようかなと思ったけど、いやでもこのオタク FM のために見に行こうと思って。偉い。ありがとうございます。がっつり見させていただきました。どうでした？いやめちゃくちゃ面白かったですね。めちゃくちゃ面白かったですね。なんかね兄弟3人、もう3人のなんやろ心理大作戦そのままに表の演技とこのモノローグの心の演技の差の部分でなんかみんなが楽しんで芝居してるなっていうのがよく見れてあれねやってるがむっちゃおもろかったんですよ。いやそうでしょうね。むちゃくちゃ楽しそうやなって思いながら、痛がるところ、あんなんもう遊び放題やり放題ですよ。もうあるでしょ、筋肉痛のところでしょ。そうくだりめちゃくちゃ面白かったですね。いや足使ってないしなみんな。ほんまにそもそもねトレーニングでね。いやほんまに大体しかもライブラリーで筋トレに励んでたじゃないですか。そもそも僕ちょっと疑問やったのは、テーブルを使ってたじゃないですか。でベルゼブブがちょうどいいんだとか言いながらやってたじゃないですか。あれ3人おるからうまいこと体重の比率バランス取れて机傾かんかったと思うけど、ベール1人でやってたら一瞬でボトルシップ落ちてたと思うんやけど、どう思う？確かに1人だけ動いてるところあったからね。そうなんかそうなんかと思ってて、でボトルシップをどかさないっていうね、そもそものあれだから傾いてるんじゃなくて、もう細かくみんながわーってやって振動してガタ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 ちょっとずつ出ていってガシャーンになってしまったとっていうことなんじゃないですか。で報告の押し付け合いという、ね、見どころがやってくるわけなんですけども、いやもうおもろかったな。大西君が担当しているベルフェゴール、ベルフェのそのが言うてみりゃ最初に仕掛けていくやん。その仕掛け方がまた面白かったなと思って、なんかそういう風にやんねやっていうのを見てて俺はちょっと楽しかった。でもベールもさなんか今までよりも感情が結構はっちゃけてて、僕は好きやった。なんか面白かったね。こう焦ってたり、なんやろベールあんま崩れないじゃない。崩れないレベにわードーンって蹴られた時ぐらい、グワーって言った時、グワーの時ぐらい、第2話でね。でもなんかね、矢口恭平はちょっとベールは崩れないからもっと感情を出して俺は行きたいんだよって常々言っていたから、今回ちょっと嬉しかったんじゃないですか。いやでも良かったですよ本当、それぞれのその演技含めて。いやめちゃくちゃおもろかったっすわほんま。アイムさんはねだんだんなんかアスモ姫会から、そのアスモちゃんの感情の爆発っていうのが節々に見れてて脚本がそうやから。いや脚本はそうかもしれないけども、でも脚本に乗っかっていって自分の感情を爆発させるっていうのはもうめきめきと歌手としての三浦アイムから役者としての三浦アイムがステップアップしてるんじゃないですか。ありがとうございます。
単純に嬉しい。単純に喜んでくれて単純に嬉しい。ありがとうございます。いやいや、もうこれからもね、はい、頑張っていきたい一緒と思いますが、に頑張っていきたいと思いますけど、まあ第1次ということは第2次もねあるかもしれまいやせんから楽しみ。楽しみですね。他のね、ルシファーとか逆に心理戦やってほしいね。勝てるやついます？いや案外いけるんじゃん。ああなるほど。殿下とかと心理戦したら面白いかもしれないね。やってほしいやってほしいそれは面白いかもしれへんよね。やってほしいわ。第2次はねあるかわからないですけども、まだご覧になってない方はぜひぜひ見てみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ今日も始めていきますか。はい、この番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。それでは始めていきましょう。オタク FM アニメ&チルスタートです。イエイ。テルミー。声がでかいなはい、こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。はい、それでは早速紹介していきましょう。あゆむさんお願いします。はい、それではですね、お名前が井田マリアさん。井田マリアさん。はい、いつもゲーム、アニメ、ラジオと楽しませていただいています。ありがとうございます。質問です。はい。アニメ第5話、救い出せ囚われのアスモ姫では、アスモはヒロイン、お姫様ですね、レビは勇者でしたが、三浦さん、加田さんのお二人は RPG でやってみたい職業はありますか、ということで。RPG でやってみたい職業、はい、まあベタなところで言うと、戦士とか、ソウル、魔法使い、白魔導士、黒魔導士、青魔導士とかありますけども、そっち派ね。いやそっち派ね。どっちもあるよね、どっちもあるよねっていう感じだけど、俺どっちかというと僧侶武道家の方かなって思うけど、僕もマジで。じゃあそっちをベースにして話しますか。そっちをベースにね話しましょうね。まあ濁してはいきますけども。じゃああゆむさんどう？いや僕これ職業で何でもいいのであれば、ちょっとね、敵の四天王をやってみたい。敵の四天王っていう職業、なるほど、やってみたい。それはどの位置？アイムは四天王の中でも最弱じゃない。最弱じゃない。もう上の方。上から2番目ぐらいの。じゃあ最弱って言ってる側の人たち。言ってる側の人たち。なんで一番上は嫌な？一番上はなんか絶対ね、悲惨な死に方をする気がして。嘘。逆に一番上がさ、ちょっとなんやろ、めちゃくちゃ強いから、ちょっといい人の血も流れつつやから、なんかラスボスとの戦いになんやろ、ちょっと助けてくれる存在になりそうじゃない？想像してる四天王が違う。全然違う？いや分からん。いやでも要は、その敵側の魔王はなんかもうさ、大いなる責任を負わなきゃいけないわけじゃないですか。大いなる責任はね。だけど敵側の幹部はちょっとやってみたい。なるほど。敵側の幹部か。はあ、職業。俺普通にあれやわ、ちゃんとした職業言おうとしてた今。いやもう僕が頭おかしいだけ。いや頭おかしいなんて誰も言うてへんがな。別に普通や。そうね、俺やってみたい職業、普通に言うてみたら、これあかんかったらピーってしてほしいんですけど、天使これあかんかったらピーってしてくださいね。方やん。多分あかんと思うよ。だってまずそうね、そもそもがメジャーじゃない。ほんまにメジャーじゃないし、タイトル的に一つのタイトルの作品にしか多分出てきてないはずやねんな、あれね。めちゃくちゃ好きやってんなーって、この話で広げる自体がもうアウトなんかもしれんけど。もうね、次のお便りいきますか。はい、僕は四天王で上から2番目に強いやつ。はい、僕は天使。ピー入れてくださいね。はい。ということで、掘り下げていけば掘り下げていくほどあかんことになってきたよ。そうですね。はい。じゃあ次僕が選びますか。はい。お名前ルネさんからいただきました。海外の方ですかね。はい。まずはオタク FM の復活おめでとうございます。ありがとうございます。アニメとキャラソングすべてが大好きです。本当にありがとうございます。アイムさんと加田さんに質問ですが、他の言語が話せますか？あるいは勉強したいですか？もしそうならどの言語ですか？長くなりすぎたらごめんなさい。メキシコより愛を込めて。 PS 加田さん大好きです。ハートありがとうございます。Thank you ということで、
まあ違う言語、日本語以外ってことですよね。あゆむさん喋れますよね。いや僕ちょっとだけロンドン住んでた時期があるんで、かっけえ。なんていうんですか、日常会話ぐらいはなんとなく英語ちょっとぐらいできる。言ってみてまあまあちょっとぐらい、まあ日常会話ぐらいだけどね。急に爽やか、急にカッコつけ出してんこの人ほんま、日常会話ぐらいって言うけど、俺あゆむさんのその配信とかその見に行ってるけど、日常以上に全編英語で喋ってたりするやんか。いや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 、もうあんなんもう適当よ。適当？いや言葉をあんま正しく喋ろうとしてないんです。はあ、俺やっぱり英語喋れるようになりたいっていうその意識はずっとあるのよ、意思はあるのよ。でもなんか俺が喋ったらイングリッシュじゃなくてカダグリッシュって言われたりするのよ。いやもうそれでええねん。いや要はカダグリッシュやって言って、もうとにかく喋ればいいだけで。あ、なるほど。そうそれがもう伝わらないはあるけども、とにかく喋ってみることが大事っていうこと。そういうことです。ちなみに僕勉強したいのはフランス語です。うわ、かっこええ。マジで？親戚住んでるから。あ、親戚住んでる？親戚住んでる。なんそのほんまおしゃれな情報。いやいやいや。自分どんどんおしゃれ情報追加していくやんけ。ボンジョー。入れていくな。許さんぞこの番組でそんなもん。絶対許さんからな、かっこいいこと言いやがって。かなやんなんか話せるようになりたいのは。じゃあまずは英語ですか？英語ですね。英語を喋りたいのと、まあそうですね、スペイン語いいなって思う。すごい行ってみたいっていうのもあるのよ。だからで結構世界中で通じるっていうのも聞くし、だからその世界で通じるような言語っていうのをいっぱい喋れたら皆さんとお話できるかなと思って勉強したいなっていう気持ちはあります。そうね、いろんな言葉喋りたいよね。喋ってみたい、いろんな言葉を喋って皆さんとお話ししたいという意識は持ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからこの番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。優しい。ウィスパーミー。はい、こちらは留学生の皆さんにオベイミーの登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを考えて送ってもらうコーナーです。それでは紹介していきましょう。はい、はい、優しい雰囲気でね。いきましょう。はい、それではお名前トリッサさん。トリッサさん。ねえ、なーにしてんの？こっちにおいで。もっと近く。かわいい。かわいいっていうね。かわいい。これが、耳にふって息を吹きかけてんねん。そうね、ゾワッとするやつね。そう、ゾワッとするやつやけど、ゾワッとするやつ。ゾワッとするやつやけどやっぱ嬉しいでしょうね。そうですね。こっちにおいでもっと近くっつって。これ何してんのっていうのがさ、なんか歌の歌詞なかったっけ？それベルフェじゃないか。ねえ何して。あ、ベルフェか。ベルフェや。ベルフェやな。ベルフェやな。ごめん、ベルフェやってこれ。それベルフェや。ベルフェやって。ごめんな。次行きます。次行きます。肩が読みます。はい。参ります。いつまでウィスパーや。ラジオネームスイさんからいただきました。はい。新学期学校が辛いので支えてほしいということです。いきます。学校頑張って。2人プレイ用のゲーム買ったから早く帰ってきて。僕はゲームして待ってるから。はい。いかがですか？これはいかがですか？これはあれですね。何です？レビが顔をあからめながら言ってるんですよ。そうなんですよ。えらい可愛いでんな。レビタンよ。そうですよ。レビタンは可愛いんですよ。レビタンよ。レビタン可愛いでしょ。はい。可愛いわ。ゲームして待ってるからっていうね。なんこの小さい「あ」は。なんこの。いやここにねその照れと可愛さっていうのが詰まってるんですよ。もう罪深いわ。罪深くはないや。罪深いってないに。
そうかな。じゃあ続いてあゆむさんいきますか。はい。はい。みおがるみおさん。はい。お願いします。ダーリン、もう新学期が始まったの？ストレスがたまらないように気をつけてね。あと、睡眠も美容に欠かせないからしっかりとってね。心配しないで。僕はいつも君のそばにいるよ。愛してる。いいね。いいね。いいね。いつもそばにいるよ、愛してるってこのね、あすもちゃんが励ましてくれるのを聞きたいですというメッセージもついてますから、ストレスがたまらんように気遣ってくれてるんですよ。いや素晴らしい。優しいね、あすもちゃん。もうちょっと兄弟にも優しくしてくれたいねんけどね。そうね。MC ちゃんに優しいから。MC ちゃんに対してはもうとっても優しいけど。とっても優しいあすもちゃん。素晴らしいと思います。はい。はい。じゃあどんどんいきますか。はい。いきますね。はい。3013でいいんかな。3013、301さん、301さん、ね、お名前の読み方はちょっとわからないですけども、じゃあいきますね。受験生なのでこう言ってほしいですということです。はい。いきます。僕に何度も会いに来ないで勉強しなさい。はい。これさ、これやる気になってくれんのかな。でもお前が言うなって言われそうじゃない。だってね、僕に何度も会いに来ないで勉強して、まあでも気合を入れてほしいっていうことで、レビからこう言ってもらえたら嬉しいかな。もしかしたらあすもちゃんにも言ってほしいかもしれんけどね。いやでもレビむっちゃいつもゲームしてるからそうね、あんま説得力はない。説得力はないね。説得力はないよね。じゃあちょっとあゆむさん、この同じセリフちょっと言ってもらっていいですか。支えてあげてください。アスモでですよ。はい。僕に何度も会いに来ないで勉強しなさい。うわ、これはするわ。これしちゃうわ。やっぱりなんか今日紹介させてもらったのね、欲張りそういうコーナーやからいいの。なんかね、新学期とか学生さんが多かったイメージがありますよね。そうですね。やっぱりその辛いとか頑張りたいっていう時にこう支えてほしいっていうメッセージがあったから、ちょっとでもねこういうメッセージ、僕らのっていうかレビとあすもちゃんのそのウィスパーボイスをウィスパーミーで聞いて元気になってくれたら嬉しいかなと思います。そうですね。はい。ではあゆむさん、優秀賞を決定したいと思いますけども、今回の選んでください。紹介した中です。そうですね。じゃあ、決めました。OK。それでははい。ドゥルル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 手作りのドラムロール。ほんまはもうちょっとうまくできんのよ。いや。ドン。はい、トリッサさんのメッセージでございます。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあ改めてメッセージちょっと紹介してください。ねえ、なーにしてんの？こっちにおいで。もっと近く。かわいい。いいね。いいよね。いいね。まさにかわいい。アスモだけに ASMR。まあこれは絶対レビにはできひん。間違いなく多分できひんから、こんなことを恥ずかしがってね。そういう意味でもアスモちゃんだけに許されたというかいうウィスパーボイスっていうのはありますよ。はい。でこの優秀賞に選ばれた一言ゼリフっていうのは後日ゲームのホーム画面でキャラクターがしゃべるボイスとして実装されるかもしれませんので、はい、ぜひお楽しみにということです。はい、このコーナーでは留学生の皆さんからオベイミー登場キャラクターにささやいてほしい一言ゼリフを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ウィスパーミーをつけて投稿してください。ウィスパーミーの綴りはアルファベットで WHISPERME です。以上ウィスパーミーでした。Listen me。 はい、こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからオベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。ではあゆむさん、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。三浦愛夢でシンフルインダルジェンスです。
と僕は待っている。ロマンスさ覚悟を決めて君の仲間で僕を誘ってる。あぐ君の唇から滴り落ちる甘い毒が深く深く蝕んで僕の罪をえぐる。Oh baby, oh baby さあ誓いを立てよう。悪魔みたいな僕の嘘隠した牙を君の秘密に突き立てて二度と返さないでいたらどうする。 I make you mine。 はい、あゆむさん、はい、こちらゲーム「オベイミー」の主題歌ですけども、はい、あゆむさんはこの曲歌だけではなくてね、作曲も担当されているということで、そうですね。はい、もう耳なじみがすごくいい曲ですよね。ありがとうございます、はい、おかげさまでもう何度聴いたかは分かりませんけども、いや僕もですもう長い付き合いになりましたよね。そうですね。この曲もう作ってからはもうだいぶ経ちましたね。もうこれ作曲した時のもうはい苦労した思い出とか印象に残ってることとかあります？もう本当にかなり前、もうだってね、リリースする半年ぐらい前には確かもうあった気がするんで、ってことは約2年半ぐらい前ですかねに作った曲なんですけど、そうですね、ありがたいことにお話しいただいて、まあ僕の夢が、こういったアニメとかゲームとかの主題歌作るっていうところが一つ持ってたので、これはもう僕の中のアニソンっぽい曲なるほどのエッセンスをぶつけるしかないって思って作った曲ありますね。いいっすね。いや本当にもうこういうことをやりたいっていう思いから、そうそう僕が思うアニソンの形はこれやって。いやそれがぶち込まれたっていう言い方、ぶち込まれたっていう言い方いいかいいか、もうちょっとね、向こう側からちょっこ出てるぐらいにはもうぶち込みますよ。もう貫通しかけてる、貫通しかけてる、思いが貫通しかけてるぐらい、そうこぼれそうなね。いやそれだけ熱い思いを込めたからこそ皆さんにこんだけ愛してもらう曲になったんでしょう。いや本当に嬉しいですこれはね。オベイミーといえばこの曲っていうのを想像される、前奏からそうですけど方もたくさんいらっしゃるんじゃないですか。本当にありがたいですね。アニメーションもね、かっこいい。本当にあれ、もう感動したもん僕。感動したよ俺も。もう4日ぐらい泣いた。泣きすぎやろ。それは泣きすぎやろ。4日は泣きすぎやろ。めっちゃ泣くな。リピート再生。リピート再生したね。再生。リピート再生。ちょ待ってもうまた拾うやつここにおるやんか。ちょっとリピートせなあかんのじゃん。リピート再生を。やめろ。やってんなほんま。やってんなマジでもう恥ずかしい。リピート再生僕もしましたよと。ありがとうございます。いや本当にね、だってアニメの映像で言うてみりゃもうその時はキャラを担当させていただくっていうことに決まってたし、いや嬉しかった。いやたまんないですよね。あとね、ちょっとこういうね、イケメンが出てきて、イケメンとイチャイチャできるゲームとの主題歌にしては割とこうちょっとロックな作りに、かっこいい。僕の趣味とかも含めてロックな作りにしてくれたんですけど、それをそのまま採用してくれたっていうところが本当にありがたかったな。ありがたいです。なるほど。そうです。自分の思いがぶち込んだのをそのまま汲み取って受け取って。ギターとかね、実はあれゴリゴリのハードなもう本当アニソンでも使われないぐらいハードなことしてるんですよ実は。そうなんや。だけどそれをね受け入れてくれたオベイミの懐の深さが。太さ？おい太さやってんな。もうそろそろ時間じゃないですか。そうね、そろそろ時間かもしれんけど、とにかくこれだけ愛される曲になって嬉しかったっていうことですよね。嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まだまだどんどん聴いてください。お願いします。以上リスンミーでした。Oh baby, oh baby
しもし、君の大好きなあすもちゃんから大事なお知らせだよ。おべいみーキャラクターソングプロジェクト第1弾の CD もう聞いてくれた？キャラクターソングの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、僕が君のためにデビルシープを数えてあげるっていう超素敵な音声特典も収録されてるよ。さらにオーディオドラマやデビルシープのシナリオは CD 内の QR コードからダウンロードもできちゃうんだって。インターナショナル版にはローマ字の歌詞もついてるから歌ってみてくれると嬉しいな。オベイミーズアルバム、君の可愛い目と耳でいっぱい楽しんでね。帰ってきた即興嘆きの館劇場。シャキーンって感じの音がなりそうな言い方でしたねまあこちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから投稿していただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はいはい、あやむさん、前回の嘆きの館劇場ですけども、まあなかなかの小悪魔っぷり。そうですね。さすがのあやむさんもこれはさすがにって言ってましたけども、いやほんまにね、あすもちゃんやるなって感じでしたね。しかし今回、まあ僕ら読み合わせは全くしてないですけど、台本はいただいたじゃないですか、一応。そうですね、先ほどいただきましたけど、なかなかですよね。いやもうまあもうやるしかないよね。やるしかないんだよ。やるしかないよね。もうやるしかないのか、やれるのかって感じですからね。やれるのかおいって感じですけども、やれません、やりませんはダメです。やるんだよやるかやらないか、そうやるんだよ。やるか、そうやるしかねえんだ。もうこんなんは勢いでいった方がいいと思う。あゆみさん、はい、わかりました。行きましょう。はい、それでは今回始める。ごめん、それではやれるテンションじゃなかったよ俺が。ごめん、行くよ。ちょっと尻込みしたわほんま。めっちゃナーバスやん。行きましょう。はい、それでは早速即興劇始めていきましょう。今回のタイトルはこちら、譲ってよアスモ。レビー。アスモ、珍しいね、レビがデビル B に来るなんて。そう、ここのパン時々買いに来るよ。そうなんだ。今日も？今日はちょっと買いたいものがあって。もしかして期間限定フレーバーの特製プリン？そうだけど。なんだ、僕もだよ。奇遇だね。そっか、じゃあ。なんだよ、そっけないな。今店員さんに聞いたけど、プリンなら奥の冷蔵庫にあるって。そうなんだ、ありがとう。うん、一緒に行こう。こっち？そう。押すなって。プリン1個しかない。これは僕のだよね。店員さんに聞いたの先だったし。いや、今前にいるの僕だから僕のだ。ごめんなアスモ。でも僕と会わなければレビ後ろだったでしょ。でも実際は今僕が前なわけだからさ、もらうよ。待った。はあ、じゃあ白状するね。言うつもりはなかったんだけど、実はこのプリン僕じゃなくてあの子に買ってあげるつもりだったの。僕にだったら譲れないかもだけど、あの子のためなら譲ってくれるよね。いや、それは譲る理由にはならないよ。僕もあいつのために買いに来たんだ。昨日 CM 見て食べたいって言ってたから。そうなの？でもね、僕は一昨日話して買ってきてあげるって約束したんだよ。レビは約束はしてないでしょ？してないけど。じゃ、これは僕が。いや、絶対にダメ。なんでさ。アスモは絶対にこれを僕に譲るべきだ。そうじゃなきゃおかしい。だからなんで？こないだあいつと映画行っただろ。悪魔とプリンセスのリメイク。どうしてそれを？この間のプレゼントだけじゃ不安だから映画も誘ったら、アスモと行ったって言われたんだけど、どうだった？楽しかった？小さくされたプリンセスがタイプライターの上で踊るシーンであいつ笑ってた。
あのシーンが現代版リメイクでどうなるのかすっごく気になるって言ってたからさ。いいな、僕も見たかったな。ひどいよな、僕の案を横取りするなんてさ。ちょっと待って、ひどくないよ。だってレビは自分で映画は普通すぎるからやっぱなしって言ったじゃん。僕のせいにするのはお門違いだよ。そうだけど、でも映画がありだって思ってたならその時言えばよかっただろ。わかった。じゃあ勝負しよう。勝負して勝った方があの子にこのプリンを渡すってのはどう？どうせまた卑怯な手使うんだろ。は？使ってないし使わないし。じゃあ何で戦うかレビが決めていいよ。よっしゃ、言ったな。じゃあ今日は超人気のライトノベルの発売日なんだ。デリコ・デビオ先生のアニケン。それが何？通称はアニケンなんだけど正式名称はクソ長いんだ。時間を計ってこれを早く読めた方が勝ち。いいよ。ただし噛んだり読み間違えたりしたら1回につき5秒追加ね。じゃあどっちから読む？まずは僕から行くよ。アニケン正式タイトル読み上げタイムトライアル、よーいスタート。アニメ主人公限定の焼肉パーティーに呼ばれたら自分以外全員が神アニメの主人公で、こいつも神アニメ、そいつも神アニメ、あの子も神アニメ、あのカニも神アニメってなった上に全員が炙りカルビだけを食べていたので、こいつも神アニメで炙りカルビ、そいつも神アニメで炙りカルビ、あの子も神アニメで炙りカルビ、あのカニも神アニメで炙りカルビかよってなったけん。何秒？36秒。よっしゃー。いやよっしゃか分かんないけど、いや分かんないけども、じゃあ次はアースもね。分かった。準備はいい？いくよ。はい。よーいスタート。アニメ主人公限定の焼肉パーティーに呼ばれたら自分以外全員が神アニメの主人公で、こいつも神アニメ、そいつも神アニメ、あの子も神アニメ、あのカニも神アニメってなった上に全員が炙りカルビだけを食べていたので、こいつも神アニメで炙りカルビ、そいつも神アニメで炙りカルビ、あの子も神アニメで炙りカルビ、そのカニも神アニメで炙りカルビかよってなったけん。どうだっていうか、ちょっと一個間違ったままそのまま押し通した感があったんだけど気のせいかな。あれ？アースも大丈夫？さあいけたんじゃないかな。24秒？そんな。やったー！バカな。僕の勝ち。やっぱり僕って勝利の女神様にも愛されちゃってるのかも。はあ、僕ってほんと罪な悪魔。まさかこの勝負で負けるとは。でもさ、この前の件もあるしね。いいよ、このプリンレビにあげるよ。いいの？いいよ。しゃー、プリンゲット。ありがとうアスモ、ありがとうデビコ・デビオ先生。じゃあ買ってくるね。イエーイ。もしもし、僕だけど約束のプリンを渡そうと思ったんだけど用事ができちゃって、だからレビに渡しといたよ。受け取ってね。うん、あいつちゃんと僕からって伝えてくれるかな。ま、黙ってたとしても君にいいとこ見せたいと思ってるレビも可愛いから許してあげてね。あ、切らないとだ。じゃレビ、恋はノールールだよ。はい、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか。もうやりたくないよ。やりたくねえよ。ほんまどんな戦いやねんこれほんまに。いやほんまもう。いやあのね、そこを噛まないように、そこを噛まないようにと思ってたらよ。もうそこをね引っかかってしまうのよね。もういやもう確かに情けないけども、俺これガチでほんまにかかって勝負してんのよね実は。それほんまに勝負してて12秒差つけられて負けてるって俺もうショックすぎるわけで、もうただ一個言うとしたら、この正式タイトルを感情を入れてたのは俺。
そこで勝負してへんけど。いやまあガチ僕はもうほんま噛まないように噛まないように。てかどんなアニメやねん。ほんまにそれすごいよね。ラノベか。ラノベやけどアニメ主人公限定の焼肉パーティーなんやの。めちゃくちゃおもろいわ。アニケンしかもなった剣で止まってるやんか。なった剣についてとか言ってしまいそうな余計なプラスアルファしてしまいそうになったりとかしながら。いや初めての試みでしたね今回。いやちょっと他の人もやってほしいわこれ。いや他の人やるときには絶対俺が巻き込まれんねん。オンリーやったらいいさ。ビズでやらなあかんから。それずっと付き合うん嫌よ。もうアイムさんが付き合ってあげてるじゃん。それいやそんな嫌なんかい。嫌なんやったらやってほしいって言うなほんま。いややっても聞いてゲラゲラ笑ってる方が全然いいよ。人ごとやめなさい。いやでもまあ楽しかったですよ。いや楽しかったですね。非常にテンション上がって面白かったですけども、皆さんからねほんまこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいっていうのをねアイディア妄想まだまだ大募集してます。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。シャキーン。ラッド新聞部ラジオ出張版。ありがとうございます。こちらはオベイミープロジェクトに関する最新情報をお届けしていくコーナーです。アイムさん、では紹介してください。もう僕はもう諦めてます。もうそういうくだりはもういいと諦めてます。もうええやろってみんな思ってはるやろうし。じゃあしょうがないな。もうしょうがないな。すみませんお願いします。むっちゃもったいぶって教えたの。めっちゃもったいぶんねや。何ね。いやじゃあ今回はイベントの紹介をいたします。ありがとうございます。ナイトメアと抜き打ちテスト。オッケー。テーマが童話がテーマになっております。皆さん知っているおなじみの童話あるじゃないですか。あれからインスピレーションを受けた設定とかイラストとかがオベイミー仕様で皆さんの元に届いていくという。オベイミー仕様っていうことは僕らが知ってる童話そのままじゃないかもしれない。そのままではないかもしれない。これはあれモチーフやなとかいうのもあるかもしれんし、テーマがね決まってるかもしれないしってことね。それぞれがどんな役回りになるのかっていうのも注目したいところなんですが、皆さんが気になっているであろうカード。いいですね。気になります。UR とかの発表しちゃいますか。いいですね。いいんですか。逆に聞いていいんですか。いいですよ。お願いしますよ。じゃあいきますよ。まずはナイトメア。ナイトメアの UR がちょうだい。ルシファー。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてもう一人。レビアタン。ほんま書いてある。ほんまや。やった。ということでルシファーとレビです。ありがとうございます。ナイトメアありがとうございます。ゲットします絶対。ゲットしてください。やったぜ。そして抜き打ちテストの方が誰ですか。 UR なんとあすもちゃんです。おめでとうございます。三浦さん。あすもちゃんです。あすもちゃん。もう絵柄もわかるんですか。見てこれ。かっこいい。そして可愛いね。こんなすげえ綺麗。どうレビなんかこれなんかもう君臨してるよね。やっぱりこっち系なんやっていう感じ。確かに。であすもちゃんも何がモチーフにされているかっていうのはすぐわかるね見たら。これはもう見たらすぐにわかる。いいじゃない。まさかり担いで。まさかり担いでへんの。これまさかり担いでる。まさかりやないやろ。まさかり担いでる。まさかりやないやろ。やめろ。それモチーフって言ったらもう。童話モチーフやから。ちゃ。テーマを勝手に決めていくな。僕もこれ
犬と猿とキジかいや違うやろ、全然違うやんけ。もしかしたらそれをテーマにしてる他のキャラクターがいるかもしれんやろ。限定していくのは違う多分違うよ。童話ですかね。そうそう、何がテーマになってるかっていうのは皆さんの目で確認していただきたいと思います。はい、いずれも詳細につきましては、公式ツイッターなどでご確認ください。はい、楽しみにしてください。以上、ラット新聞部ラジオ出張版でした。お送りしてきましたオタク FM ですが、そろそろお別れのお時間です。あゆむさん、どうでしたでしょうか。さあ、次のコーナーは何でしょうか。お別れのお時間って言いましたね今。もう全然話聞いてないよ。すいません、ちょっと次のコーナーは、もう強いて言うならエンディングです。ってあんなもう2回目3回目の出演やろ。そろそろ流れ覚えなさいよ。告知が来たら終わるんや。もう終わりのお時間でございます。もうちょっと短いな。そうね、あっという間のお時間でございますけども、残念ながらね。いや、楽しかったです。ありがとうございます。今回も楽しかったです、本当に。もうどんどんね、来てくれるたびにアイムさんがなんやろ、さらけ出してくれるというか。いやいや、演じてるだけですよ、こんな。逆に嫌やわ。逆に演じてるとは言うな。こんな素なわけないじゃないですか。いや急に取り繕い出したらそんなハハハ聞いたことなかったわ。まあね、仲良くやらせてもらってるのが本当に僕は嬉しいなと思ってるんですけども、ね、またね機会があれば来ていただきたいと思います。いやもうぜひね、いくらでも喋りたいですよ。そうでしょ。他の兄弟が来てる時に乱入してきてくれてもいいですよ。ほんまっすか。僕はもう全然。あれですね、やっぱりこう課題案とはどんどんね、こういろいろトークでさ、こうやってるけど、他のね、なんていうの、キャストたちとのこういうラジオみたいなのもね、やってみたいなとは思います。でもダメ、僕がおるから。じゃあ僕この場所から動かへんっていう強い意志。じゃあ違うとこでミューラジオやろう。やめろや、呼べよ。ミューラジオやろう。まず俺を呼べよ。よろしくお願いします。よろしくね。企画書書いてきます。まず俺を呼べよ。切な本家と文家みたいになっていくわけ。切ないことやめてや、そんな。いいから、別にええから乱入してきてくれたらええから。もうミューラジオやんねやったら常に俺が横におるから。じゃあずっと机の下います。なんでやねん。机の下。そういうことね。まあね、次回あるかわからないですけど、また来ていただければと思います。本当にありがとうございました。さて、次回のオタク FM にはベルゼブブ役の矢口恭平さんが遊びに来てくれます。恭平さん。はい、恭平さんが来てくれます。恭平さんも前回来ていただいて、ね、久々の登場ということなんですけども、前回の時は何やろ、なんか僕に説教されるみたいなことをぐちね言ってはりましたけど、そういうつもりは全然ないので、和やかに。至って和やかに、そして、楽しく和気あいあいとしたラジオの進行っていうのに努めていきたいと思っています。はい。いや、僕は楽しく聞くだけです。はい。楽しく聞くだけです。楽しく聞くだけです。はい。ちなみに次回皆さん気になってると思います。アニメ第10話。はい。7人の旅前編。わあ、前編です。前編ですか。はい。で、こちらはベルゼブブとベルフェゴールの双子の絆を描く回になっているとのことです。そんな定々回があっていいんですか。そんな定々回があっていいんですか。尊いよ、定々っていうやめなさい。尊いって言いなさい。いや、しかもあれでしょ、こう1話完結じゃない。そうなんですよね。今までね、アニメご覧になってきてくださった皆様はね、1話完結やと思ってたところが、前編ってことは後編があるわけですよ。そうギャグアニメの法則が崩れる。それもまた突っ込みづらい、その世界の法則が崩れるみたいなことにやめて。またこれまた P や。P じゃない、まだ大丈夫。そのね、前編があるってことは後編がある。もしかしたら中編もあるかもしれない。中前編、中後編あるかもしれない。そんな細かく分けんね。わかりませんけど、続きものっていうことは間違いないんじゃないでしょうか。双子の絆で続きものなんてそんなたまんないですね。たまんないですね。いや、たまんねえっすよ。もうついに双子会がやってくると。いいね。何気に双子もずっと出てますからね。ほんまやね。楽しみですね。どんな話になるんでしょうか。皆様ぜひね、楽しみにして、そして見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、本当にお別れのお時間です。あゆむさん。悲しい。ありがとうございました。
ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とアスモデウス役の三浦愛夢でした。バイバイバー。長い長い。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。